くみが起きた時、いや、この薬はそういう薬じゃないんだと言ってしまって放置してしまうことがあるわけだよね。眼科医の平松です。今日は驚きの研究結果が出ていて、それは緑内障の目薬、今まであなたちょっと使うのちょっといまいちですよって言われてた人が、実は使えるようになるかもっていうことなので、ちょっと聞いていただければと思います。それは何かっていうと、プロスタノイド系とかね、プロスタグランジン系とかって言われるんですけども、それに関連する目薬というのがあるんですね。簡単に言って、ルミガンとか、ビマトプロストね、キサラタンですね、ラタノプロストとか、トラバタンズ、トラボプロストとか、タプロス、タフルプロストとか、ここら辺の目薬っていうのは、1日1回でよく効くっていうふうに言われているお薬なんです。ただし、副作用として、炎症が出やすい。目の奥がむくみやすいことがあるから、ちょっと注意が必要だよ、と、これまで言われてきました。しかし、オプサルモロジーグラウコーマっていう、2025 January to February かな。で、4から11ページに、表現されている論文が載っているんですね。これは何だかっていうと、Incident of Acute Cystoid Macular Edema って言って、簡単に言うと、目薬をしてると、この目薬って確かに眼圧、緑内障において最も重要と言われる眼圧を下げてくれるという作用があるんですね。これはなんでかっていうと、普通は人間の目って目の奥に水が出てきて、そっから角膜とかいろんなところに栄養をいって流れるって一連の流れがあるんだけど、その普通の流れとは全く関係ない。副流出路とかって言ったりするんだけど、メインじゃなく流れているところをブワッと流してあげて、眼圧を下げてくれるっていう、そういうね、作用があって、眼球が柔らかくなってくると。そういうお薬なんですね。ただし、その場合、デメリットとして、プロスタグランジンという、生理活性物質。簡単に言うと体の中に影響している物質ですね。が、ちょっと活性化してしまう。強く反応してしまうんではないかって言われるんですね。プロスタグランジンっていうのは、たくさんさっきから難しい名前出てきてるけど、簡単に言うと、炎症を起こしやすいんですよ。だから、今言ったお薬ってよく効くけども、ブドウ膜炎とか、目に炎症が強くある人の場合って、ちょっと避けましょうとか、はたまた目の奥にむくみがある人に関して、ちょっと避けましょうっていうふうに言われたんですね。ただ、それは理論的にはそうだよと。じゃあ、実際問題どうなのっていうのを調べたのが今回の研究で、39,948 人を対象としました。目薬をしていると目の奥がむくんできちゃう人っていうのが一定いらっしゃるんですね。じゃあ、どのぐらいの確率なのっていうのを調べたのが今回の研究です。その確率は 0.35%。少ないな。そうなんですよ。そんなにしょっちゅう起きる副作用じゃないですし、僕もたくさんの患者さんにね、お薬出していて、むくんできましたね、なんて人は、非常に稀っていうのが、正直なところです。でも、そうなってしまったら視力が下がったりいろいろするわけだから、むくみやすい人には、むくみやすい目薬は使うべきではないよね、として、このプロスタグランジン系のお薬ってよく使わないようにしている。特にね、一番お休みしたりするのが多いのが、白内障とかの目の手術後ですね。目の手術後って、眼圧は下げたいんだけども、炎症を起こして目の奥がむくんだら、それはそれで良くないなって発想があるんですよ。だから、目薬は、出すけれども、プロスタグランジン系、今回言ったようなね、ビマトプロストとかそういうのはちょっとお休みしましょうってこともよくあるのね。なんだけど、どの薬を使ってるとどのぐらい目の奥にむくみができますかっていうのを調べました。プロスタグランジン系、プロスタノイド系。0.13%。あれって思いません？さっき 0.35% って僕言いましたよね。これが平均なんですよ。0.13% 平均より低いんですね。逆に炎症を起こさないんだ。ベータブロッカー。これは昔からあるお薬が 0.65%。だから平均より高いよねと。アルファ刺激薬。アイファガンとか。0.55%。CAI。エイゾプト、トルソプトとかね。そういうもの。コソプトとかアゾルガもそうですけど。
1.76%、うわ、これ多いなって感じになってくるわけです。理論的に考えたら、プロスタグランジン系が目の奥がむくんでくるよ、視力が下がってくるよっていうのが、まあ、当然かなって思うところが、意外とそうでもなかったってことが今回の研究で分かりました。もちろんここには、そのお薬を使うには、炎症がある人はプロスタグランジン系を避けようとそもそも医者が思ってるので、要は何の問題もない人に処方しているのがベースになってる。だからちょっと低いのってあるかもしれないけど、にしてもむくみは出にくいよねってことが今回の結果分かってきたんですよ。じゃあなんでなの？結論。よくわかんないです。もちろん医者が、そういうね、むくみはなそうな患者さんにだけ指してるからだよっていうのも一つの話だと思いますし、その可能性も十分ある。が、他のメカニズムとかでむくまないのかもしれない。これね、医学の世界って結構あるんですよ。患者さんとか一般の人って見ていると、A が起きて B が起きて最後 C になるみたいな感じで、論理が綺麗にいって、そして病気が治ったり、病気が悪くなったりするもんだって思うじゃないですか。そして医者も昔はそう思ってたんです。例えば心臓病とかで亡くなる方はその前に不整脈が出て、不整脈が出るのはやっぱり心臓の機能が悪くて、だからこそ不整脈を抑えてあげると心臓にとっていいから不整脈を抑えましょうっていう治療をしてた時期があるんですね。で、きっと不整脈を抑えてるからこの人たちは亡くならないで済むんだなって思ってた。ですが、よくよく調べてみると、実は不整脈を抑えた人の方がよく亡くなってたってことが分かったんです。なかなかそれもね、気づけないのよ。たくさんの患者さんにやって、何%がどうのこうのってなると、実際として悪くなってるかどうかをなかなか気づけなくて。だから理論的に考えたら治るのに逆効果だったってこともあるし、理論的に考えたら治らないはずなのに治ったってことも結構この世の中にはあるんですよ。だから、いろんな知見って言って研究だったりだとか、実際に患者さんに投与してみてどうだったのって見てみないとダメだよと。理論的に正しいからそれは正しいとは限らないよっていうところが、人間、体の不思議なところなんですね。不思議であり、現実的なところなんですよ。だからこそ、理論だけに頼らないで、現実、他の一般の方にあって、どうなのってことがわかると。じゃあ、今日の結果からあなた、そして私が得るもの、なんだろう。一つ目は、理論だけで責めちゃダメだよってこと。つまり、A だから B、B だから C というふうに、そうやってロジックで詰めたくなるし、できる限りロジックは詰めるべきなんだけれども、現実を見なきゃいけないよってことですね。例えば今回の研究結果で CAI、つまりトルソプトとかエーゾフトは理論的にはむくみを起こすようなお薬ではないのよ。ないんだけれども、現実むくみを起こしてるよね。っていうのを知っておかないと、結構医者とかでもそうやってむくみが起きた時、いやこの薬はそういう薬じゃないんだと言ってしまって放置してしまうことがあるわけだよね。1% 以上起きるわけだから100人に1人はそういうことが起きてるわけ。なのに関係ないよっていうふうについつい言いたくなっちゃう。理論的にはあんまり考えにくいから。なんだけど現実問題今起きてることがある。で、それに対応していかなきゃいけないっていうふうに頭の方を切り替えていただけるというと思いますね。二つ目としては、意外と今まではあなたにはこの薬使えないよって思ってたけども、使えるようになるかもしれない。つまり、今回の研究結果だけで、はい、もう使えますよっていうほど、世の中シンプルではないのね。だからもうちょっと、いろんな研究結果が出てきて、結果、やっぱりあなたに使った方がいいねとか、その方がいいね。例えば、この動画見てる方って、ブドウ膜炎、目の炎症の方もたくさん見てくださってるんですね。ブドウ膜炎による緑内障という人も多いです。で、ブドウ膜炎による緑内障の人だと、さっき言ったビマトプロストとかね、そういうお薬は敬遠されがちなんだけど、意外と、あれ、いいじゃないと。そういう風になってくる日が来るかもね、ということは頭に入れていただけるといいと思います。すると、あなたが今までこれ以上もう治療がしようがなかった。もうダメだと思ってたのに、あれ？実はこの薬使っていいんじゃんっていうことが分かってきて、あ、よかったな、よかったな。じゃあ、どうにか
下げられて、手術しないで済むよとか、なんとか失明しないで済むよとか、そういうふうに、お薬の選択肢が出てきて、治療効果もより上げやすくなってくるということは、ちょっと念頭に置いていただけると、非常にいいかと思います。だから、びっくりするような結果ではあるけど、人間ってこうやって不思議だなと。実際私も、いろんな手術なり、目薬なり処方していて、本当にね、理論通り行く人の方が多いし、基本的にはこうだよねってことがあるんだけども、そこでそうなるみたいなね、反応をすることってやっぱあるんですよね。例えば、本当にアレルギーが出やすくて、このお薬使ってもアレルギー、このお薬あれ使ってもアレルギーはもうダメだ。どうするやめるもう手術とか考えようかって言っても、いや、私は頑張りますって言って。で、もう次やっても、やっぱダメか。次やっても、やっぱダメか。どうするもうちょっと頑張ります。そう、分かった。じゃあ次行こう。聞いてきたね、みたいな。副作用も全然出てないね。これでいけるか。っていう風に、いくつもチャレンジして、いや、普通にこんだけダメだったら、もうだから何やってももうお薬アレルギーでんじゃないと思いきや、意外と大丈夫なのがあるとか、そういう方もいらっしゃるんだよね。もうこれは、なかなか状態としては、もうどうしようもないね、厳しいねとかって思ってたのに、あれなんかいつの間にか眼圧も下がってきて悪くなんないねとか、そういう方もいらっしゃる。逆に、いや、これ絶対いいはずなのに突然悪いよねっていう人もやっぱいらっしゃるんで、人間っていうのは、もちろん理論は大切で、それをね、適当にしていいよってことではない。すごい大切なんだけど、その上でも奇跡の回復とか、そういうことってやっぱゼロではないので、それを信じてできることをね、コツコツとやっていくことが、結果、あなたも良くしてくれるし、日本のみんなの医療を良くしてくれると思っていただいて、一歩一歩進めていただければと思います。こんな感じで、目の病気の新しいね、論文とか、最新の情報っていうのを日々アップしてます。でも、全部見るの大変だなとか、興味があるのを見たいなっていう方もいると思います。そういう場合は、チャンネル登録だけ押すと、あんまり表示されなくなっちゃうみたいなね。なので、ベルマークっていうのを押していただくとか、あと概要欄にメールマガジンっていうのがあったりするので、そういうのも見ていただけるといいかと思います。今後ともよろしくお願いします。